おお。鳥山さんにこれ。なんでこんなにたくさんあるんですか。おお。お。私が書いてあ、じゃあこれもあれもこれも。そうですね。おお。織田信長ね。ですよね。はい。日本語上手だね。ありがとうございます。韓国からのちょいちょい見えるよ。ああ、そうですか。これ見に来たり。そうですね。ああ、なるほど。外国からのよくスペインとかね、フランスとかいろいろ見えるから。まあそちらで大人気ですから、ね、やっぱり。実際に会ったことあります？鳥山さん？はい、鳥山さん。よく見えてたの。日本に住んでる？いえ。上手だね。いやいや、これはちょっと勉強長いです。してきたの？はい。前来た人もね、はい、やっぱりこう来るために、はい、2年前から日本語勉強してきましたって。いや、ここ来るために言ってみる。どんだけ好きなのよ。ね人生にこう厳しいこととか辛いこととかあったら、こうドラゴンボールのことをこう思いながらこう耐えてきたんですよ。それを乗り越えてきて、今もうここまで。ワードスタジオ行ってきた。まあその通っただけですね。中は入れないのね。まあそれはそこまでするつもりないんですよ。迷惑。そうどのような人だったんですか？おとなしい人であんまりそう喋らなかった。いつも本読んでたの。あんまり喋っていかんかなと思って。読んでた本は漫画かな、そこに置いてあるし、いろいろと下に。なるほど。でもあそこが近かったもんね、あそこに座っていつもね。漫画の本だといろいろあるから。なんかその外部にこう知られた情報とかは全くないんじゃないですか。こういう人だろうな、多分作風から見るとそういう想像だけするだけで。そうだね。物静かなおとなしい人だって。そんなおとなしい性格の割にはとんでもないものが前ね、昔ね、鳥山さんが来てる頃に、妹さんがね、鳥山さんの妹さんがね、お兄ちゃんって入ってきたの。で、その妹さんがね、そっくり。私としては妹をモデルにして書いたかなと思った。熊本も行ったんですか？はい。ワンピース。どうぞ見ただけなんですけど、そのルフィのあれもそうですね。キャプテン翼知ってます？キャプテン、あれも静岡ね、あっちこっちに。やっぱあるんですね。鳥取とか行ったらコナンもあるし、清須はない清須は一個もない。だしあんまりそういう鳥山さんもそういうの多分好きじゃないと思います。そういうのもあって、多分この先もできんだろうし。だからうちの店に鳥山さんのお父さんとお母さん見えてたんですよ。ここ何年やってるんですか？46年。何歳年？今年31歳になりました。若いね。31歳だとあれか、ドラゴンボール Z。日本だとあんま世代じゃないんですけど、僕はどちらかというとそのワンピースとかそちらの世代なんですけど、こう韓国ですからこう渡ってくるのにちょっと時間かかる。それで結構子供の頃からずっと好きにいられて。ここら辺の人って結構サインも持ってるんですよ。俺の友達でも結構もう家にあるよっていう。
ああ、そうそうそう。すごい。家は書いて、昔はね、家は書いてくれたんで。ああ、ですね。そうそうそう。そういう話は聞いたことある。それは本当なんだけど。あ、でも、こうサインしてくれた時期って人生一番忙しい時期だったんじゃないですか。あられちゃんがはい40年ぐらい前か。40年前だから一番忙しい時期じゃないですか。もうで悟空が15年ぐらい前か。あ、これは割と最近。これ15年ぐらい前で、シェンロンは、はい、俺の友達知り合いの人が書いてもらって、なんか何書いてほしいって言ったらじゃあシェンロンって言ってそしたら鳥山さんあんまシェンロン書いたことない、書かんから最近ああ、なるほど、書けるかなっつってでも実際書けるんだけどねここら辺にしかないもんね。ないもん。東京とか大阪とかやっぱ鳥山さんのサインってあんまりね。まあそうですね。それはない。さすがにここら辺しかない。小田栄一郎のサインもそんなないですよね。そんなに。あれ今東京に住んでるもんでね。そうですね。小田栄一郎あれですね。鳥山さんを崇拝鳥山さんの漫画見て自分漫画家になった。まあでもワンピースのが、ぶっちゃけねすごいですもんね、世界では。まあいやでも僕はなんかその性格的にこう木にめちゃくちゃ綺麗な花が咲いてるとしたら、この花が大事かこう根が大事かの問題でこう根が大事。はい、そう思う性格なんですよ。そういうなんだ。元というかその花を咲かせる原点、はい、その元がしっかりしとらんと。そうですね。花がね、みんな花ばっかりに注目いくけどみたいな。そうですね。今の時代だとドラゴンボールよりこう、人気の漫画がいっぱいあるかもしれないんですけど、なんかその根本のまあね、そうですね。元というか結局ワンピースとかもナルトとか流行ったのも鳥山さんのドラゴンボールが世界に第一歩で。そうで日本の漫画がねっていうことのパイオニアだもんね。手塚治虫でもそれできんかったもん。最近ちょっと思うんですけど、韓国ってそういう先人たちへのこうリスペクトがあんまないっていうか、そういう社会なんで、さっき言ってた手塚治虫さんだったり、僕はどちらかというと、ドラゴンボールが一番好きなわけですからでドラゴンボールの方が好きだとは言ってるんですけど、こう尊敬はする。ブラックジャックとかちょっと古すぎるもん俺でもそんな。でもその手塚治虫も亡くなる前に鳥山明は俺より絵がうまいとかなんかいうのを言葉を残せたらしいもんで。しかもそれでそのドラゴンボールが出る前にあられちゃんなのかな。はい。わからん。いや頑張ってよかったなこういうところにも来られてすごい上手だもんね。勉強してそういう学校に日本が一応学校に。いや独学でです。はい。日本めちゃくちゃ頻繁に来てたわけですから、でコロナの時期に結構来れないっていうのがその苦しくてやっぱりその時間をなんか耐えれたのは漫画のおかげだなってのはあるんですよ。僕はやっぱ極限のインドア主義なんですけど、やっぱよりこの漫画っていうのがより好きになったわけですね。日本中を回りながら漫画に感謝するキャンペーンっていうのを一人で企画してるわけで。すごいね。そんなに漫画ドラゴンボールから始まってワンピースとかはい、さっき言ってたその進撃の巨人もそうですし、ナルトもそうですね。メキシコもねすごかったな。メキシコの人も南米の方。僕が今まだに覚えてるのがドラゴンボールのそのスーパーあったんじゃないですか。その最終回を広場とかで実況しながらそうなんだ。なんかメキシコのなんかずっと何の壁があって
ああ、はい、メキシコ。そうそうそう。で、そこのメキシコのね、メキシコ中の漫画好きな方が集まって、真ん中に鳥山さんの顔を描いて、ああ、そう、亡くなった時。両方にずーっと悟空とかバーって書いてある。で、観光地になってる。그냥 딱 얘기를 들으면 들을수록 아 그냥 평범한 사람으로 소시민으로 그렇게 살아왔구나 그런 생각이 드네요. 들으면 들을수록 이 사람이 좋아져. 진짜 지구 역사상의 제일 위대한 만화가라고 생각을 하지만 들으면 들을수록 한편에는 또 그런 소탈한 모습, 드래곤볼의 작가이기 전에 인간이었구나 라는 생각을 하게 됩니다. 덥다. 더워. 아 정말 알찬 시간을 보냈다. 앉아서. 고맙습니다. 고맙습니다. 행복하세요. 이게 동상을 세우고 뭐 그런 거는 안 하고 싶으셨나봐요. 평생 뭐 그냥 조용하게 살고 싶으셨겠지. 이 동네에서. みんな大好きだったから。これでドラゴンボールのお話はおしまい。